はい、どうもこんばんは。ごちログのしんごです。今日は2021年に買ってよかったものについてご紹介していこうと思います。特にランキングという形ではなくて、買ってよかったものを片っ端からダイジェスト的な感じでご紹介していこうと思ってます。ほとんどが個別で動画を撮っているので、もしよかったらそちらの方もご覧ください。今年も主なテーマは結局デスク環境の向上ということで、皆さんのご参考になれば嬉しいです。はい、まずは1つ目なんですけど、デルの U4021QW というウルトラワイドモニターになります。動画編集とかするなら作業領域の広いウルトラワイドディスプレイがいいはずと思ってもともと使ってたデルの U27209M からアップグレードしました。価格は20万円もしたんですけど、色もいいし動画編集は快適になりました。なんですが、その後結局ゲームにはまってしまって高リフレッシュレートなモニターを求めて買い替えました。結局この U4021QW は会社で使ってます。実際会社で使ってみて思ったのは、事務作業においてもこのウルトラワイドっていうのは結構効率がいいなと思いました。作業領域的には24インチのディスプレイを2枚並べた感じで、デュアルディスプレイみたいな感じで使えます。はい。で、2つ目なんですけど、ゲーム用に購入したモニターで ASUS の PG32U9 になります。これは 4K144Hz が出せるもうほんとすごいディスプレイって感じですね。U4021QW 含め一般的なディスプレイってリフレッシュレートが 60Hz なんですけど、これは普通に使う分には全然問題ないんですが、ゲームにコミットするなら高いリフレッシュレートのモニターがいいということで購入しました。結果は本当その通りで、ゲームをヌルヌルプレイすることができます。やっぱり 60Hz と 144Hz は違うなという印象でした。一つ注意点としては、この PG32U9 の 4K144Hz っていうのをフルに活かそうとすると PC 側にもスペックが必要になってきます。僕の場合はグラボに RTX3080Ti をこっそり買って使用してます。大きさは32インチで割と大きい方なんですけど、これで動画編集もゲームも快適にすることができるようになりました。はい。で、3つ目なんですが、3つ目もディスプレイで、これはデルの S27219S になります。これは今年の年明けに友人のデスク環境の構築のために購入したもので、厳密に言うと僕が購入したわけではないんですけど、コスパ最強の 4K27 インチのディスプレイになります。多分これの紹介動画で僕のチャンネル登録してくださった方結構いると思うんですけど、4K27 インチでこの性能は本当にコスパがいいんじゃないかなと思います。で 4K という解像度に関してなんですけど、1回体感したらもう二度とフル HD には戻れません。でコメントで 4K にすると字が小さくなるって言われてる方がいたんですけど、それは設定の方から拡大していけば問題ないです。で今は後継として S27229C というモデルが出てます。このモデルは S27219S に Type-C の充電と転送を足してディスプレイポートの穴がなくなったモデルになってます。はい。で次4つ目なんですけど、4つ目は PC ケースで SSUPD のメシュリシャスというケースになります。名前にもメッシュって入ってる通り、スケスケのメッシュのケースになります。とにかくかっこいいんですけど、本当に組むのが大変でした。約14リットルというすごい小さい容量で小スペースなのはいいんですけど、中がとにかく狭いです。配線ももう本当にインシュロックでガチガチに固定しないとダメでした。このケースにする前の PC はいわゆるミドルタワーと言われる大きさのもので組んでいて、事務用のパソコンと比べるとめちゃめちゃでかいケースで組んだんですけど、最近は小さいケースにギチギチに詰め込むことにロマンを感じてきました。ハイスペックな構成で組んでしまったんで、夏はクーラーの冷気を邪魔してくるんですけど、冬は暖房の代わりになります。ちなみに構成はこんな感じになってます。4K の動画編集もゲームも快適にできる構成になってます。合計金額はちょっと算出したくないんですが。はい。で次5つ目は配線をまとめるためのケーブル革新になります。こんな感じでデスクトップ PC って拡張性が高いのであれこれつなげてしまいがちなんですけど、配線がごちゃつきやすいですよね。そんな時にケーブルをかっこよくまとめて目隠ししてくれるのがこちらになります。メーカー名は電化エレクトロンというすごい名前なんですけど、5メートルとか10メートルとかの長さで売られていて、それを自分でハサミで切ってこんな感じでケーブルを収納していきます。結構雑に切っても端がかっこよく縮れてくれるのもポイント高いですね。あんまりまとめすぎると後でメンテしづらくなってしまうので、僕は目に見えるところだけに使ってます。はい。で次6つ目なんですけど、これもセールとかもあって5万円台で購入することができたデルのインスパイロン15になります。
これは会社での簡易作業用に買った感じですね。主に Chrome 上で Google のスプレッドシートなどをいじるようですね。パソコンって本当に用途によって選ぶべきものが全然変わってくるんですけど、本当にネットするくらいだったらこれで全然いけるんじゃないかなと思います。で、デルのパソコンなんですけど、Amazon とかで買うよりもデルの公式のホームページでセール中に買う方が安く購入することができます。現時点では僕が購入したこのモデルはもう1個古い型になってしまったんですけど、多分セール中かつモデルチェンジ直前だったっていうこともあって5万円台という破格で購入することができました。CPU はネットするぐらいだったら Ryzen 5でいいんじゃないかなと思ってます。で、メモリは 8GB だったんですけど、それだとちょっと今後使っていく上で心もとないので、ちょうどスロットが空いてたんで Amazon で別の 8GB のメモリをもう1個買って 16GB で使ってます。で、これでフル HD の動画編集だったり Apex ぐらいの軽いゲームだったらプレイすることができるようになりました。はい、で次7つ目なんですけど、格安スピーカーのクリエイティブペブルです。で、これはもともと会社用のパソコンで使ってたんですけど、改めてレビューしたら評判良かったので取り上げました。で、このペブルなんですけど、2000円以下の安いスピーカーの中ではかなり音がいい部類なんじゃないかなと思います。いいところは2つあるかなと思っていて、音量上げても音が潰れない。で、もう一つが低音がしっかり効いてるっていうのがあります。なのでディスプレイにスピーカーついてるけど音がしょぼいとか小さいっていう風に感じてる方にもおすすめです。で、Bluetooth 版もあるんですけど、音質を優先するんだったら絶対この有線タイプの方がいいです。はい、で次8つ目なんですけど、モニタースピーカーでジェネレックの 8020DPM になります。以前作った自作スピーカーからの入れ替えですね。さっき紹介したクリエイティブのペブルとか安いスピーカーを比較した動画を作ったことがあったんですけど、その時に高いスピーカーって本当にいいのかっていうふうに疑問に思って、レンティオという家電を数日レンタルできるサービスを使ってレンタルしたら、それがすごく良かったんですよね。で、このジェネレックというメーカーなんですけど、いろんな PV でチラッと出てきたりスタジオに置いてあるのを見たことがあったんで、当然のように音はめちゃくちゃいいですね。もともと使ってた自作スピーカーと音質も比較してみたんですけど、やっぱり全然音の綺麗さというか繊細さが違いました。で、レンティオでレンタルしたのは一番小さい 8010AP というモデルだったんですけど、より低音が出るワンサイズ大きい 8020DPM を購入したという感じです。はい、で次9個目なんですけど、オーディオインターフェースの持つ M4 になります。スピーカーもガチにしたんだったらオーディオインターフェースもガチにしたいということで、ロードの AI1 というモデルから入れ替えました。これは最近の半導体不足で全然国内在庫がなかったんで、並行輸入品を購入した感じなんですけど、用途的には 2in2 アウトの M2 で良かったんですけど、在庫がなかったんで 4in4 アウトの M4 を購入しました。音は当然いいんですけど、地味に気に入ってるのはスピーカーとヘッドホンを切り替えるときにヘッドホンのジャックを抜かなくていいところですね。前のロードの AI1 の時にはいちいちヘッドホンのジャックを抜き差ししていたんですけど、この M4 になって本当にそれをしなくてよくなったので、それがめちゃくちゃ使い勝手がいいです。はい、で次に10個目なんですけど、モニターヘッドホンでシュアの SRH1840 になります。スピーカーもオーディオインターフェースもガチにしたということで、ヘッドホンもガチにしたく、ゼンハイザーの IE40 Pro から入れ替えました。というよりは IE40 Pro がこんな感じで耳にかけるタイプのイヤホンだったんですけど、この耳にかけるっていう作業が非常に面倒くさく感じてきたので、もうヘッドホンにしようということで乗り換えました。これはゲームの時に顕著だったんですけど、一戦終わって次の部屋に入りつつ、台所に飲み物を取りに行きますと。で、また帰ってきたらでも飛行が始まっていて、慌ててこう耳にかけようとするんですけど、その時にかけられなくて思ってたところに降りれないということが頻発してたので、それを対策をしました。ヘッドホンならこんな感じですぐに装着することができます。で、ヘッドホンに関してもいろいろと調べて、念のために定番であるソニーの MDR900ST というモデルも買ったんですけど、やっぱり比較してみるとこの手話の SRH1840 の方が自然な音っていう感じが僕にはして、長時間聴いてても疲れなかったんですよね。ソニーの方はなんかちょっとやっぱり疲れる感じがありました。有線のヘッドホンにはなるんですけど、 Bluetooth の完全ワイヤレスイヤホンとは違って電池の劣化っていうのはもうそもそもないし、ケーブルが断線しても定番のモデルだったら替えが売っているので、デスクで長く使うんだったら絶対有線の方がいいと思います。ソニーの MDR-CD900ST なんて発売から30年経っても未だに歌ってみたとかでも使われてますしね。
はい。で、次、11個目なんですけど、これはヘッドホン購入したら欲しいのがヘッドホンスタンドだと思うんですけど、これはヘッドホンスタンドと一眼レフの卓上スタンドにもなる二刀流。スタンド界の大谷翔平的な感じなんですけど、土台の部分はもともとマイクのスタンドなんですけど、その上にマンフロットのボール雲台を取り付けてます。これまでズームとかをするときに一眼を同じくマンフロットのミニ三脚みたいなのに固定してたんですけど、一眼が結構重いとちょっと不安定になって怖かったんですよね。それをこの卓上スタンドに置き換えてあげることで、この2つが上下で2キロぐらいなんですけど、こうすることで一眼が結構安定してくれるようになりました。で、さらにこれをデスクの脇に置いとけば、これがヘッドホンスタンドにもなるんですよね。ズームするときはこのヘッドホン必ず使用するので、カメラスタンドとして使用する場合とヘッドホンスタンドとして使用する場合のタイミングが被らないっていうのもいいところかなと思ってます。はい。で、次、12個目なんですけど、マウスでロジクールの G Pro スーパーライトになります。今までは同じくロジクールの MX Master 3をメインで使用していたんですけど、ゲームするときに動かしにくいし重い、ゲームするには不向きだなと思ったんで、こちらを購入しました。重さも MX Master 3が 142g、一方でこの G Pro スーパーライトは 61g ということで、半分以下なんですよね。本当にその名の通りスーパーライトということで非常に使いやすいです。1点、充電の端子がマイクロ USB なんですけど、それ以外は本当に気に入ってます。はい。で、次13個目はサブキーボードでロジテックの K835US 配列版になります。で、この US 配列なんですけど、国内で取り扱いがないので、アリエクスプレス経由で輸入しました。なので、ロジクールではなく、ロジテック名義です。こんな感じで、日本語配列だとひらがなが印字されていて、見た目がちょっと気になるんですけど、それがこの US 配列版だとセンターにもアルファベットのみということで、非常にミニマルで気持ちがいいです。で、これに関しては最近出た MX キーズミニも圧倒的に US 配列の方が見た目がかっこいいんですが、なぜか国内で取り扱いがないので、ロジクールさんにはぜひ US 配列も日本で買えるようにしていただきたいです。国内、国外どっちで買ってもだいたい5、6千円ぐらいなんですけど、メカニカルキーボードとしてはかなり安い部類だと思うんですけど、普通に使いやすいです。僕はメインのトープレリアルフォースと、気分によって入れ替えて使ってます。はい。で、次14個目なんですけど、これはコンデンサーマイクでバランツプロの MPM1000 になります。これはズームする時用のマイクとして購入しました。ズームだと音に処理が入ってしまうんで、高いマイク使ってもしょうがないよなということで、こちらの5000円くらいの比較的安いマイクを使うことにしました。安いものではあるんですけど、ズームで使うにはこれくらいでよくねっていう音質で、机の横に玉のスタンドを置いて、そこに固定してあるんで、いつでもズームのみができるようにしてます。ちなみにこの MPM1000 は XLR ケーブルを挿してオーディオインターフェースと接続して使用するタイプのマイクなんですが、形違いの MPM1000U というものは USB で接続できるので、オーディオインターフェース持ってないよっていう方はこちらの MPM1000U を買ってみるのもいいんじゃないかなと思います。はい。で、次15個目なんですけど、これはフレキシースポットという僕が使ってる電動昇降デスクのメーカーが出してる引き出しになります。こちらは存在は知っていたんですけど、ずっと品切れで、今年の春ぐらいにやっと購入できたということで、こちらも本当に買ってよかったです。もともと僕が使ってるこのフレキシースポットの電動昇降デスクなんですが、一つだけ欠点がありました。収納がないんですよね。なので今回購入したこの引き出しを後付けしました。電動ドライバーがあれば非常に簡単に設置することができて、こんな感じで鍵もついていてそこそこ収納できるんで、本当にこの引き出しはあると便利なことは間違いないです。はい。で、次16個目はスマホで Pixel 6 Pro になります。iPhone から Android に乗り換えて早2年ぐらい経つんですけど、結局 Pixel シリーズが最高です。間にちょこちょこ Galaxy だったり Xperia に浮気してみたんですが、やっぱり SIM フリー版と国内版、お財布がついてるモデルにかなうものはないかなと思いました。で、この Pixel 6 Pro はバッテリーも1日普通に持つし、写真は綺麗だし、消しゴムマジックはすごいし、音声入力も非常に精度が高くて、本当に使っていて楽しいスマホだなと思います。はい。で、次17個目なんですけど、ここから少しアンカーシリーズが続きます。まず1つ目はサウンドコアリバティネオ2です。これは1個前のモデルも使ってたんですけど、充電が USB Type-C でできるようになったので買い替えました。
価格もセール時に買えば4000円前後とかなり安いんですが、音は普通にいいですし、防水機能もついてるのでランニングの時のスタメンイヤホンとして使ってます。で、ランニング以外の外出の時にはこちらのサウンドコアライフ A2NC を使ってます。このイヤホンは常にカバンに入れていて、ラーメン屋とかに並んだ時に、ちょっとした隙間時間で YouTube とかをながら聞きするのに最適です。ノイキャンもそこそこ効くので、周りがうるさくてもへっちゃらですね。はい。で、次はこちらもカバンの中に入れて常に持ち歩いているんですが、充電器兼モバイルバッテリーのパワーコアフュージョン10000になります。これまでは半分の容量の 5000mAh のものが売られてたんですけど、絶対足りないよなと思ってたところについに 10000mAh のものが出たということで購入しました。これ一つあれば充電器にもなるし、スマホ用のモバイルバッテリーとしては十分な容量なんじゃないかなと思います。Pixel 6 Pro の場合だと 4500mAh なので2回フル充電することができます。はい、ここからはカメラのものが続くんですけど、これは YouTube 収益化のご褒美として購入した FX3 になります。富士フィルムの X-T4 からの入れ替えです。本当にまずは見た目が最高です。で、当然撮れる絵も素晴らしくて、編集していてめちゃくちゃ気持ちいいです。で、4K120p のスローモーションの映像も撮れたりするので、すごく撮影の幅が広がりました。で、この FX3 は自分のこの YouTube 活動だけじゃなくて、家族のイベントでも大活躍してくれてます。やっぱりなるべく綺麗な映像として残しておきたいんですよね。はい。で、このメインの FX3 と色味を揃えたいということで、サブカメラも入れ替えました。α7C です。で、これは YouTube の撮影でも使ってるんですけど、ズームする時の Webcam としても使ってます。これ使うと初めての方にはほぼ 100% めちゃめちゃ映り良くないって言われます。おじさんが映り良くてもしょうがないんですけど、サブカメラとしても本当にコンパクトだし、持ち出しも FX3 に比べてだいぶ気軽にできるので、非常に買ってよかったなと思ってます。はい。で、次22個目はゼンハイザーの MKE200 Vlog 用の紙マイクになります。普段のこの YouTube の撮影は同じくゼンハイザーの MKE600 を使ってるんですけど、このマイクが非常に指向性が高くて、正面からの音は非常に綺麗に撮れるんですけど、Vlog の時などカメラの前からも後ろからも喋りかける時にはこの MKE600 が非常に向いてなかったんですよね。一方でこの MKE200 なんですけど、集音部はこちら側にはなるんですが、結構前からも後ろからも綺麗に音が取れます。これが MKE600 だと前で撮った時の音と後ろで撮った時の音の音量差というかこもり具合が全然違くて、同じ動画内でちょっと使いにくいんですよね。で、さらにこの MKE200 はスマホでも使うことができて、こんな感じでスマホ用のケーブルが同梱しているので、スマホのユーザーの方もこれを使って綺麗に音を収録することができます。はい。で、次23個目なんですが、これは今まで紹介してなかったと思うんですけど、照明で Godox の UL150 になります。製品名に150と入っているように 150W の出力で 1% から 100% まで1刻みで明るさを調節することができます。で、ガチの照明のメーカーでアプチュアというメーカーがあると思うんですけど、素人の僕みたいなのが手を出すには高すぎるモデルが多いんですけど、この Godox は比較的手を出しやすくて、この UL150 がでもそれでも5万円ぐらいはするんですけど、半額以下ぐらいで買えますね。で、この UL150 はこんな感じでソフトボックスをかぶせて C スタンドと呼ばれる結構ごつめのスタンドに取り付けて使います。これまで使ってた数千円の照明では表現できない、本当にここだけ明るいみたいな表現もすることができて、なんかプロっぽい感じを演出することもできます。で、この UL150 はファンレスで音もしないので、マイクにもほぼほぼノイズは入らないんじゃないかなと思います。はい、最後24個目はデロンギのオイルヒーターになります。これは結局寝室に置いて使ってるんですけど、エアコンと比べて全然乾燥することがなくて、本当に湿度を維持したまま部屋が暖かくなってくれます。デメリットとしては部屋が暖かくなるのに時間がかかるんですけど、これはタイマーがついてるので、寝る 1,2 時間ぐらい前にオンになるようにしておけば、寝る時には暖かくして寝れます。これ本当暖かいのに乾燥してないっていうのがすごい快適なんで、自分の部屋にも導入しようかなと迷っているところです。はい、こんな感じで2021年に買ってよかったものをちょっとダイジェスト的にご紹介してみました。今年もたくさん買ったなっていう感じなんですけど、生活は本当に快適になりました。
特に家にいる時は本当ここのデスクにずっといるっていう感じなんで、この恩恵はかなりでかいですね。もう買うものないんじゃないかなって毎回でかい買い物するたびに思うんですけど、どんどん欲しいものって出てきてしまうわけで、また来年も楽しみにしていただけるとありがたいです。はい、こんな感じでこれからもガジェットや買ってよかったものをご紹介していくので、この動画いいと思っていただけたらいいね、高評価、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ごちログのしんごでした。ありがとうございました。